仕事の面接に娘を連れてきた母親を誰もが嘲笑したが、巨大企業を未曾有のサイバー攻撃が襲った時、その物静かな少女が世界を揺るがす天才であることに気づくとは、その場にいた誰一人として予想していなかった。この物語は、社会の片隅で生きることを余儀なくされた母娘が、たった一つの輝かしい才能を武器に、絶望の淵から這い上がり、巨大企業の運命だけでなく、自分たちの未来そのものを根底から覆してしまう、息を飲むような真実の記録です。佐藤香織の手の中で、一枚の紙が震えていた。そこには冷たく、無慈悲な赤いインクで、最終通告という文字が押されている。この小さくても、愛着のあったアパートで過ごした6年間。そのすべてが、今、わずか72時間後には奪われようとしていた。過去巫女背間の重圧が、一度に彼女の肩にのしかかる。97通の履歴書を送り、23回の面接を受けた。しかし、採用通知は1通もなかった。まるで社会全体から、あなたには価値がないと宣告されているかのようだった。ママ、大丈夫。香織は慌ててその通告書を折りたたみ、ポケットに押し込んだ。ドアの隙間から顔を覗かせた9歳の娘、エマの前では、無理にでも笑顔を作らなければならない。その探るような瞳は、何一つ見逃さない。あまりにも年齢にそぐわない知性を宿したその目は、7年前に母娘を捨てて出て行った男、高志のことを香織に思い出させた。エマがまだ、よちよち歩きだった頃のことだ。大丈夫よ、エマ。ただの、大人向けのつまらない手紙だから、香織は腕時計に目をやり、心臓が早金を打つのを感じた。急がなければ。あと1時間で、クオンタム・ダイナミクスでの重要な面接が始まるのだ。私のプロジェクト、持って行ってもいい。エマは、複雑な回路図や設計図で埋め尽くされた、使い古しのノートを抱きしめていった。香織は一瞬ためらった。クオンタム・ダイナミクスは、彼女にとって最後の希望だった。もしこの一流テクノロジー企業に採用されれば、喉から手が出るほど欲しい、安定が手に入るかもしれない。リバーテック社から解雇されて以来、銀行口座の残高はわずか24,700円。失敗は、もはや選択肢にすら入っていなかった。パテルさんは、今日はお家にいないよ。エマは、母親が何を考えているか宣告承知といった様子で、静かに付け加えた。隣に住む心優しい老婦人は、これまで何度も面接の間エマを預かってくれた。しかし、香織はうっかりしていた。彼女が今週、シカゴに住む家族の元を訪れていることを、すっかり忘れていたのだ。すぐに終わるから、それが嘘であると知りながら、香織は約束した。受付で待たせてもらえるか、聞いてみるからね。20分後、二人はバス停に立っていた。香織は、袖口が少し擦り切れているものの、まだ十分に通用する唯一の面接用のスーツを着ている。エマは、例の貴重なノートと、アパートの裏にあるゴミ捨て場から拾ってきたタブレットを入れたバックパックを背負っていた。半年前、画面が粉々に割れ、完全に死んでいるように見えたそれをエマが家に持ち帰った時、香織は驚きを隠せなかった。しかし、娘が他の廃棄された電子機器から部品を取り出し、細心の注意を払ってそれを修理するよう目の当たりにして、驚きはイフに変わった。バスが近づいてくると、エマの指が不安げにノートの表紙に描かれた回路のパターンをなぞっているのに、香織は気づいた。きっと大丈夫よ。香織は、娘にというよりも、むしろ自分自身に言い聞かせるように囁いた。これは、ほんの一時的なことだから。しかし、バスのドアが開き、二人が乗り込むと、香織の脳裏には巫女背前の光景が焼き付いたように蘇ってきた。リバーテック社の人事部長と向かい合って座っていたあの会議室。そして、彼女の人生を打ち砕いた、あの冷酷な言葉。我々は組織再編を行うことになりました。人員削減です。個人的な感情は一切ありません。6年間の献身。事務アシスタントとして、文句も言わずに残業をこなし、会社のすべてのシステムを学び、誰よりも早く出社し、最後に退社する日々。そのすべてが、たった一つの経営判断によって、跡形もなく消し去られたのだ。やがて、そびえ立つクオンタム・ダイナミクスの本社ビルが見えてきた。その輝くガラス張りの外観は、朝の太陽を反射し、まるで希望の光の灯台のようだった。あるいは、また一つ、自分の目の前でドアが閉ざされる場所に過ぎないのかもしれない。エマは、その威圧的な建物をじっと見上げ、それから母親の心配そうな表情に視線を移した。ママの手、震えてるよ。少女は静かに指摘した。香織は深呼吸をし、娘の小さな手を強く握りしめた。少し、
緊張しているだけよ。この仕事は、とても大事なの。お金が必要だから、エマは、子供ならではの率直さで尋ねた。香織は一瞬言葉に詰まり、そしてうなずいた。ええ。でも、それだけじゃないの。時には、人は自分の能力を示すチャンスが必要なのよ。彼女はジャケットの襟を正した。そして今日、私はまさにそれを実行するつもりよ。その時、二人はまだ知る由もなかった。その日、たった一つのチャンスがいかに非凡なものであるかを証明するのは、香織ではなく、その傍らに立つ小さな娘、エマであることを。クオンタム・ダイナミクスのロビーは、活気に満ち溢れていた。香織とエマが回転ドアを抜けて足を踏み入れると、仕立ての良いスーツに身を包んだ役員たちが足早に通り過ぎていく。入り口の隅に神経質そうに立つ女性と物静かな子供の存在に、彼らはほとんど気づかない。何かご用でしょうか。受付係の声には、紛れもない冷たさが含まれていた。彼女の視線は、香織の少し古びたスーツと、場違いなエマの存在を値踏みするように見つめている。佐藤香織と申します。10時半から、人事部との面接のお約束をいただいております。香織は、エマをそっと自分の近くに引き寄せた。大変申し訳ないのですが、今日は娘を連れて来ざるを得ませんでした。名札によれば、ダイアンという名の受付係は、完璧に整えられた眉を片方だけ吊り上げた。お子様は、事前の許可なくビル内にお入りいただくことはできません。手入れの行き届いた彼女の指が、キーボードを神経質に叩く。少々お待ちください。香織は胸が締め付けられるのを感じながら、エマをロビーの隅にある滑らかな革張りのソファへと導いた。ここで、ノートを見ながら静かに待っていてね。いい子にしてるのよ。エマはうなずき、すでに回路ノートを開いていた。彼女の目は時折、ビルの様々なエリアを映し出す大きなセキュリティモニターへと向けられていた。その頃、32会場では、姉さん、ピアースがネクタイを締め直し、プレゼンテーションの最終確認をしていた。42歳にして、クオンタム・ダイナミクスの CEO である彼は、わずか13年でこの会社をスタートアップからサイバーセキュリティ業界の巨人へと育て上げた。今日の、マーカス・ウィリアムズをはじめとする7人の主要投資家へのプレゼンテーションは、彼らの新しいプラットフォーム、クオンタム・シールドが本格的な市場投入に必要な資金を確保できるかどうかを決定づけるものだった。会議室でお待ちです。アシスタントが報告した。ウィリアムズ氏は、少々ご機嫌斜めのようです。姉さんは顔をしかめた。ミコゼ前に政府との大型契約を主要な競合他社に奪われて以来、投資家の信頼は揺らいでいた。このプレゼンテーションは、完璧でなければならなかった。すぐに行くと伝えてくれ。彼は資料をまとめながら答えた。ロビーでは、エマの鉛筆がノートの上を規則正しく動いていた。彼女の目は、奇妙なパターンがほとんど知覚できないほどかすかに点滅するセキュリティモニターに何度も戻っていた。あれは、通常のシステムプロトコルじゃない。彼女は自分にしか聞こえないほどの声で囁いた。公共図書館で何時間も専門的なフォーラムを読みふけっていた彼女には、それが異常なデータストリームであることが分かったのだ。香織の携帯電話が、見知らぬ番号からのテキストメッセージで震えた。面接、技術的な問題により30分遅延します。お待ちください。どうかしたの？エマは、母親の眉間によった手話に気づいて尋ねた。香織が答える前に、受付のダイアンの手がイヤーピースに飛んだ。システムがロックアップしているって、どういうこと？彼女はプロとしての冷静さを保とうとしながら、声を潜めていった。最初のパニックの波がロビーを駆け巡り、数人の従業員がエレベーターに向かって走りながら、携帯電話やタブレットに向かって必死に話している。ネットワークに何か問題が起きてるらしい。しわくちゃのシャツを着た若い男性が、エマが熱心に耳を傾けていることに気づかずに、急ぎ足で通り過ぎながら言った。エマの目は、一般向けのスクリーンに表示されるはずのないコードシーケンスが明滅するセキュリティモニターを見て、大きく見開かれた。彼女はノートに、システムの構造図のようなものを描き始め、正確な手書きでメモを付け加えていった。香織は、エマの尋常ではない集中力に気づいた。ハニー、何をそんなに描いているの？彼らのシステムが、攻撃されてる。エマは囁いた。データパケットの動きを見て、あれは、普通の通信じゃない。香織は信じられないといった表情で娘を見つめ、それから周りで大きくなっていく混乱に目をやった。どうして、そんなことがわかるの？エマはモニターの一つに映るパターンを指さした。だって、これをやってる人は、至るところに指紋を残してるから。まるで、気づいて欲しがっているみたいに、役員会議室では、姉さんのプレゼンテーションが、
まさにクォンタム・シールドの鉄壁のセキュリティ機能を紹介している最中に、ピタリと凍りついた。部屋中のすべてのスクリーンに赤い警告メッセージが点滅した。これも、デモンストレーションの一部かね。マーカス・ウィリアムズが、苛立ちを隠せない声で尋ねた。姉さんの血の気が引いた。彼は、何が起こっているのかを悟った。いえ、彼は静かに言った。我々は、攻撃を受けています。受付エリアは、数分のうちに、秩序だった企業の効率性から、かろうじて制御された混乱状態へと姿を変えた。エマは、従業員たちが駆け抜けていく中で、微動だにせず座り、あらゆる詳細を吸収していた。彼らの声は、焦燥感とともに大きくなっていく。18階から29階まで、完全にシステムがロックダウン。ファイアウォールが3つの異なる経路から突破された。今すぐチェンを呼べ、カオリは娘の顔を見ていた。それは、エマが特に難しいパズルを解いている時に見せるのと同じ表情だった。彼女は3年前、7歳のエマがゴンザレスさんの古いラップトップにかがみ込んでいるのを見つけた時のことを思い出した。エマはオンラインのチュートリアルを几帳面に追いながら、壊れたハードドライブを交換していた。隣の老人は、エマが以前よりも快適に動作するようになったラップトップを返却した時、心底驚いていた。ママ、今、エマは囁いた。彼女の鉛筆は、ノートの上を素早く動いている。彼らは、間違った場所を探してる。カオリは娘の肩をぎゅっと握った。エマ、お願い。今は、そういうことをしている場合じゃないのでも、彼らは見逃してる。エマは、声を低く保ちながらも、必死に続けた。これは正面からの攻撃じゃない。彼らの認証プロトコルを通じて侵入してきてる。ほら、彼女は、カオリには到底理解できない速度でコードがスクロールしているモニターを、目立たないように指さした。館内放送が、不要不急の全職員に建物の外へ退去するよう求めた。しかし、誰もカオリとエマには近づかなかった。二人は、大きくなる危機の中で、隅のソファに忘れ去られているようだった。エマは絵を描き続けた。彼女の小さな指は、不気味なほどの正確さで、複雑なシステムアーキテクチャを再現していく。廃棄された電子機器を3年間もいじくり回し、公共図書館で何時間も専門的なフォーラムを読み、そして彼女の生まれ持った直感が、訓練を積んだ専門家でさえしばしば見逃すパターンを認識する能力を彼女に教えていた。ママ、私、何が起こっているかわかる。彼女は静かに言った。そして、カオリにはまるで処刑文字のようにしか見えない図を母親に見せるために、ノートの向きを変えた。カオリの心は沈んだ。エマの並外れた頭脳は、常に祝福であると同時に、困難の種でもあった。静かな時間の中で、カオリは時々思う。もし、エマにふさわしい特別な教育を受けさせてやれるだけの経済力があったなら、二人の人生はどれほど違っていただろうか。彼女のユニークな才能を全く引き出せない公立の学校システムに頼るのではなく、素晴らしいわ、ハニー。でも、私たちは静かにしていなくちゃ。カオリは囁いた。これ以上、私の面接のチャンスを台無しにするわけにはいかないの。その時、乱れた黒髪で、ジャック・サンダース、サイバーセキュリティ技術者と書かれたセキュリティバッジをつけた若い男性が、彼らのそばを走り抜けた。彼は携帯電話に早口で話している。いや、こんなのは今まで見たことがない。ファイアウォールがただ失敗したんじゃない。何かが、我々自身の認証プロトコルを使って、完全にバイパスしたんだ。エマの頭がさっと上がった。彼女の目は、近くで焦燥に駆られて歩き回るジャックを追っている。彼は、緊急の会話を続けていた。このままだと、30分以内に完全なシステム障害に陥る。侵入ポイントを特定できなければ、ジャックは続けた。チェンはサーバーの再起動を提案しているが、そんなことをすれば、それじゃ、ダメ。エマは、ほとんど聞き取れないほどの声で囁いた。カオリはそっと自分の指をエマの唇に当て、静かにしているようにと無言で懇願した。すると、30代後半の厳しい表情をした女性がジャックに近づいた。彼女の表情は張り詰めている。サンダース、すぐに上に来て。攻撃が加速しているわ。向かいます。リードさん。ジャックはタブレットを手に取りながら答えた。彼らがエレベーターに向かって歩き出した。その時、エマの声が、今度は少しだけ大きく、彼らの間の空間を切り裂いた。あなたたちが相手にしているのは、標準的なカフカループじゃない。ID 認証プロトコル内の暗号化されたリダイレクションよ。ジャックは歩みを止め、ゆっくりと、その技術的に正確な発言の主の方を振り返った。彼の目は、落ち着き払った確信を持って彼を見つめるエマの姿を捉え、
大きく見開かれた。香織は、ジャックが彼らに近づいてくるのを見て、胃がひっくり返るような感覚に襲われた。彼の後ろからは、明らかに上司であるらしい、あの厳しい表情の女性が、苛立ちを隠さずに続いている。失礼。ジャックは、魔に尋ねた。その声には、純粋な好奇心が滲んでいた。今、なんて言ったんだい。香織は、エマの肩にかばうように手を置いた。大変申し訳ありません。この子が、どこかで聞きかじったことを繰り返しているだけなんです。私たちは、面接を待っているだけで、いや。ジャックは香織の言葉を遮り、エマの目線までかがみ込んだ。それは、極めて専門的で、的確な技術的評価だった。彼はエマをまっすぐに見つめた。どうして、そんなことがわかるんだい。エマが答える前に、ジャックの後ろにいた女性が鋭く言った。サンダース、こんなことをしている時間はないのよ。システムがクラッシュしかけているのよ。オリビア・ジャックは、エマから目を離さずに答えた。もし、彼女が正しいとしたら、他のやり方は、すべて失敗しているんだ。エマは自分のノートを開き、ジャックの目をさらに大きく見開かせるほどの図を彼に見せた。ママ。エマは静かに言った。私、彼らを助けられると思う。馬鹿げてるわ。オリビア・リードは、ジャックと9歳の少女の間を、隠そうともしない懐疑的な視線で行き来させながら、そう断言した。システム全体がセキュリティ侵害を受けているというのに、あなた、子供の話を聞いているの。ジャックの目は、エマのノートに釘付けになったままだった。細心の注意を払って描かれた回路設計図やシステムアーキテクチャのページをめくるにつれて、彼の表情は好奇心から驚愕へと変わっていった。これは、どこで習ったんだい。彼はエマに、そっと尋ねた。香織は娘の肩をぎゅっと握った。娘は、コンピューターにとても興味があるんです。でも、私たちは、あなた方が緊急事態に対処するのをお邪魔しないようにすべきです。図書館には、無料のインターネットがあるから。エマは、会話を終わらせようとする母親の試みを無視して説明した。それに、人々は、壊れているっていうだけで、まだ完璧に使えるコンピューターを捨てちゃうの。私は、それを修理するの。頭上の照明が、不吉に点滅した。近くでは、ダイアンが必死に複数の電話回線に対応し、警備員たちがロビーに集まった従業員たちの間で高まる不安を何とか管理しようと試みていた。ジャックは突然立ち上がった。オリビア、これを見てくれ。彼はエマのノートを彼女に手渡した。そのページは、クォンタム社のセキュリティプロトコルの詳細な回路図のように見えるものが描かれており、その一区画が赤で丸く囲まれていた。これは、オリビアの声は、その図を調べるうちに、途切れた。まさに、今起こっていることそのものだ。ジャックが言葉を終えた。彼女は、我々の脆弱性を、私が見たこともないほどの精度で描き出している。香織は居心地悪そうにみじろぎした。エマは、昔からパターンやシステムを見抜く才能がありまして。でも、きっと、あなた方の専門家の方々が、我々の専門家は、17分間も作業して、進展はゼロよ。オリビアは遮った。彼女のプロとしての懐疑心が、絶望感と戦っていた。会社は、システムがダウンしている毎秒、莫大なお金を失っているの。ジャックは再びエマの目の高さまでかがみ込んだ。君の名前は、エマ・佐藤です。僕はジャックだ。エマ、どうして僕たちのシステムが ID 認証プロトコルの攻撃に直面しているって分かったのか。説明してくれるかい。エマの小さな指が、ノートの図をなぞった。あなたたちのセキュリティモニターのエラーパターンは、データパケットが同時に承認されて、拒否されているのを示しているわ。それは、システムが自分自身と話していると思っているけど、実際はそうじゃない時にしか起こらない。まるで、一方がもう一方のふりをしている。一卵性ソーセージみたいに彼女の技術的に明快な説明が、これほど子供らしい言葉で語られたことに、ジャックもオリビアも、一瞬言葉を失った。サンダース、鋭い声が、彼らの会話を切り裂いた。45歳のセキュリティ部長、マイケル・チェンがエレベーターから姿を現したのだ。上に上がってこい。今すぐにだ。投資家たちが帰ると脅しているし、ピアース CEO ももう限界だ。彼の目は、ジャックとオリビアが子供の周りに集まっているのに気づき、細められた。これは何だ。なぜ緊急プロトコル発動中に、民間人がロビーにいるんだ。部長ジャックが言いかけた。彼女が、もしかしたら、今すぐ上に上がってこい。チェンが命じた。二人ともだ。30階にセキュリティクリアランスを持つ者全員を招集している。ジャックがしぶしぶエレベーターに向かおうとしたとき、エマが再び口を開いた。その声は静かだったが、明瞭だった。あなたたちのファイアオールは、
壊されたんじゃない。騙されて、鍵を渡してしまっているだけよ。チェンは凍りついた。彼はゆっくりと振り返り、エマを凝視した。彼女は、今、何と言った。彼女は、我々のシステムに何が起こっているのかを理解しているようです。ジャックは素早く、しかし驚くべき正確さで説明した。馬鹿げているチェンは鼻で笑った。しかし、オリビアはエマのノートを掲げた。マイケル、これを見て。これが、我々が今モニターで見ているものと寸分違わないと言える。チェンの表情は、侮蔑から困惑へと変わった。彼はその図を食い入るように見つめた。緊迫した沈黙の後、彼は香りに目を向けた。あなたは誰だ？あなたの娘は、どうやって我々の占有システムについて知ったんだ？佐藤香織と申します。本日、人事部との面接に参りました。彼女は神経質に説明した。エマは、ただあなた方のモニターを見て、これを解き明かしたんです。とても、観察眼が鋭い子なんです。その時、チェンの携帯電話が着信で震えた。ピアース CEO からだ。彼はそうつぶやき、すぐに電話に出た。部長。いえ、まだ進展はありません。我々は、彼は一瞬、耳を傾けて間を置いた。45分が経過。完全なロックアウト状態です。さらに一瞬の沈黙の後、チェンの表情が硬化した。部長、ロビーで少々状況が、攻撃の経路を理解していると主張する子供が、彼は再び耳を傾け、そして、新たな興味を宿した目でエマを見つめた。部長、直ちに電話を切ると、チェンは香織に、事務的な重々しさで告げた。佐藤さん、CEO が、あなたのお嬢さんにお会いしたいとのことです。30階のクライシスルームは、まるで戦争の指令室のような、狂乱的なエネルギーで満ちていた。13人のセキュリティ専門家がコンピューター端末に向かい、その顔は滝のように流れ落ちるエラーメッセージの光に照らされている。何十年分もの経験を合わせた専門家たちが、クオンタム・ダイナミクスのシステムが凍りついたままなのを、ただなすすべもなく見つめている。緊急の会話が重なり合い、部屋には低い緊張のハミングが響いていた。エレベーターのドアが静かに開き、ジャック、オリビア、そしてチェンに付き添われた一人の女性と小さな少女が姿を現した瞬間、その喧騒は一瞬にして静まり返った。部屋中の視線が、場違いな訪問者たちに突き刺さる。冗談だろう、誰にともなく、しかし全員に聞こえる大きさで、一人の専門家がつぶやいた。香織はエマの手をさらに強く握りしめた。ハイテク機器と、高度な資格を持つ専門家たちの中で、自分がひどく場違いな存在であると感じ、身が縮む思いだった。彼女が想像していた就職の面接とは、何もかもが違っていた。姉さん、ピアースが、高価なスーツに身を包んだ、明らかに投資家と思われる動揺した男たちの一団から離れ、彼らに近づいてきた。その表情は、プロとしての冷静さを保つための、慎重に作られた仮面で覆われていた。チェン部長、説明してくれたまえ。彼は静かに言った。チェンはエマの方を指し示した。CEO、この少女が、ロビーのモニターを見ただけで、我々のセキュリティ侵害の性質を特定したと。サンダースとリードが、あなたに報告すべきだと考えたようです。子供、だと。本気で言っているのか。サンダース、マイケル、チェンは、わざと全員に聞こえるように嘲笑した。我々は壊滅的なセキュリティ侵害の真っ只中にいるというのに、君は遊び場のコンサルタントでも連れてきたのか。ジャックが一歩前に出た。CEO、彼女は、ここの誰もが解明する前に、暗号化された ID 認証プロトコル攻撃について、正確に描写してみせました。私は、こんなことは今まで一度も見たことがありません。姉さんの視線が、ジャックからエマへと移った。少女は母親の隣で静かに立ち、周りの混乱などまるで意に介していない様子だった。君の名前は、姉さんは、先ほどよりも柔らかな声で尋ねた。エマ、佐藤です。ママは今日、お仕事の面接に来ました。香織は、顔がインバラスメントで真っ赤になるのを感じた。ピアース様、この度はお騒がせして大変申し訳ございません。私たちは、下で待たせていただきます。攻撃が始まってから、どれくらい経った？姉さんは、香織の言葉を無視して尋ねた。47分です。オリビアが報告した。推定損失額は、1時間あたり2億円に近づいています。部屋の向こうから、投資家の一人、50代後半の風格のある男性が前に進み出た。姉さん、一体全体、何が起こっているんだ。我々はもう1時間近くも待たされている。クオンタム・シールドが、自社のシステムすら守れないというのなら、マーカス、どうか。姉さんはエマから目を離さずに、片手を上げて制した。少しだけ、
時間をください。そして、誰もが息を飲む中、数十億ドル規模の企業の CEO であるネイサン・ピアースは、その場に膝をつき、エマと目線の高さを合わせた。エマから、君が我々のシステムに何が起こっているのか理解していると聞いた。それは本当かい？エマは、厳粛にうなずいた。あなたたちのセキュリティシステムは、自分自身と話していると思っているわ。でも本当は、システムのふりをしている誰かと話しているの。誰かが、あなたの友達のふりをして電話してくる時みたいに、その説明の簡潔さと正確さに、何人かの専門家が顔を見合わせた。そして、それをどうすれば直せるか、わかるかい？姉さんは、同じ敬意のこもった口調を保ったまま尋ねた。エマは母親を見上げ、許可を求めた。この非現実的な状況に圧倒されながらも、香織はわずかにうなずいた。多分エマは答えた。でも、全部がどうつながっているのか、見ないとわからない。姉さんは立ち上がり、部屋全体に向かっていった。彼女に、端末を一台、その反応は、即座に、そして騒ぎ踊り自粛返ってきた。CEO、失礼ながら、それはあらゆるセキュリティプロトコルに違反します。投資家の方々が見ていますよ。姉さんは、手を挙げて彼らを黙らせた。我々は、47分間、やれることはすべて試した。この後に及んで、失うものが何かあるかね。マーカス・ウィリアムズが、さらに一歩近づいた。姉さん、これはあまりにも常軌を逸している。政府との契約を、劣った技術の競合に奪われたのも、常軌を逸していたさ。姉さんは静かに返した。時には、常軌を逸したことこそが、我々に必要なんだ。彼はジャックの方を向いた。君のステーションに、彼女をセットしてやってくれ。フルアクセス権限でだ。ジャックがエマを自分の端末へと案内する間、香織は凍りついたように立っていた。母親としての誇りと、自分の娘が、どんな子供にも求められるべきではない。はるかに超えた何かに挑戦しようとしていることへの恐怖との間で、心は引き裂かれていた。彼女は、ためらいがちに口を開いた。本当に、このようなことが適切なのでしょうか。この子は、まだ9歳なのですよ。姉さんの表情が、わずかに和らいだ。佐藤さん、今この瞬間、あなたのお嬢さんが、我々の唯一の希望なのかもしれません。彼女に、やらせてみましょう。エマは、ジャックの椅子に腰を下ろした。彼女の小さな体に合わせて、椅子を調整しなければならなかった。彼女の手はキーボードの上をさまよい、目の前にある複数のスクリーンを食い入るように見つめている。この異常な状況にもかかわらず、彼女は完全に自分の居場所にいるかのように見えた。準備ができたらいつでもいいんだよ。エマ・ジャックが励ますように言った。エマは深呼吸をし、キーボードに指を置いた。最初に認証ログを見せて、サイバーセキュリティの専門家、企業の役員、そして裕福な投資家たちで満たされた部屋がシーンと静まり返った。誰もが9歳の少女が予期せぬ自信を持ってコマンドを打ち込み始めるのを固唾を飲んで見守っていた。彼女の小さな顔がモニターの青い光に照らし出されていた。クライシスルームはエマの指が自信を持ってキーボード上を動き回る音だけが響く不気味な静寂に包まれていた。ジャックは彼女の後ろに立ち、熟練の専門家でさえ理解に苦しむセキュリティプロトコルを彼女が次々とナビゲートしていく様子を驚きを増しながら見つめていた。彼女が使っているコマンドラインは我々がトレーニングで教えてすらいないものだ。彼はためらいがちに魅了された様子で見守るオリビアに囁いた。エマはメソディカルに作業を進め、時折シンプルで直接的な言葉で異なるシステム層へのアクセスを要求した。今朝からの認証履歴を見せてほしい、あるいは周辺サーバーのログを開いてくれるといった具合に、香織は近くに立ち、圧倒的な誇りと麻痺するような恐怖の間を行き来していた。彼女の娘、彼女の輝かしくも誤解されてきた娘、その思考回路を理解できない教師たちから、問題児、集中力散漫のレッテルを貼られてきた娘が、今やテクノロジー専門家が一堂に会するこの部屋の注目を一身に集めているのだ。エマが、特定のアクセスを要求する以外はほとんど口を開かずに集中して作業を始めてから23分が経過した時、周辺通知のチャイムが鳴った。サーバー B7 がオンラインに復帰しました。専門家の一人が、信じられないといった声で叫んだ。ありえない。チェンはそうつぶやき、自分自身で情報を確認するために駆け寄った。エマは、その小さな進展に気づいた様子もなく作業を続けた。彼女の焦点は揺るがず、小さな手がキーボードとタッチスクリーンの間を、まるで熟練の職人のように動いている。ジャックは、
エマの方法論を理解しようと、必死にメモを取っていた。彼女は、発生源を追跡している。彼は、観察するために近づいてきた姉さんに、静かに説明した。我々のように、症状を治療しているだけじゃない。どうして彼女にこんなことができるんだ。姉さんは、純粋な好奇心を声ににじませて尋ねた。ジャックは首を横に振った。彼女は、全く異なるアプローチをとっている。まるで、自分が部分的にしか理解できない言語を話す人を見ているようだ。エマが作業を進めるにつれて、部屋のあちこちで通知音が鳴り始めた。バックアップシステムがオンラインに、東側サーバーファームのネットワークプロトコルが安定化。認証チェーン、再確立中。部屋の雰囲気は、絶望的な緊張から、慎重な楽観へと移り変わっていった。苛立ちから面白半分といった表情で見守っていた投資家たちも、今やより近くに集まり、その会議シーンは本物の興味へと変わっていた。エマは一瞬動きを止め、特定のコードシーケンスを、異常なほどの集中力で見つめた。どうしたんだい、ジャックは、彼女のためらいに気づいて尋ねた。この攻撃は、ランダムじゃない。エマは答えた。その声は柔らかかったが、近くにいた者たちにはっきりと聞こえるほど明瞭だった。完璧すぎる。まるで、すべてがどう組み合わさっているかを正確に知っている誰かがやったみたい。姉さんはチェンと意味ありげな視線を交わした。チェンの表情は、理解とともに暗く沈んだ。内部の犯行かオリビアが静かに示唆した。あるいは、かつて内部にいた者、ダナン姉さんが答えた。エマは再びタイピングを再開し、侵害された認証システムをバイパスする。完全に独創的なセキュリティプロトコルを実装し始めた。専門家たちは、彼女の解決策がネットワークを通じて連鎖的に広がり、彼らの標準的な手順では成し遂げられなかった方法で接続を再確立し、ファイアウォールを再構築していくのを、ただ驚愕の表情で見守っていた。端末に向かってから35分後、エマはジャックを見上げた。多分、もう治ったと思う。でも、基本的な認証プロトコルは変えた方がいい。穴があるから脆弱性。だな。ジャックは、彼のチームがそれを見つけられなかったことに感銘を受けると同時に、わずかなインバラスメントを感じながら、そう翻訳した。エマはうなずいた。鍵がかかっているように見えるけど、本当はそうじゃない。ドアみたいにまるで彼女の評価を裏付けるかのように、メインディスプレイのスクリーンから突如としてエラーメッセージが消え去り、通常の運用状況に戻った。部屋中に安堵のため息が広がり、それに続いて何人かの専門家から自然発生的な拍手が起こった。エマは、自分が成し遂げた非凡な出来事に全く動じていない様子で、椅子から滑り降り、母親の元へ戻ると、自分のノートを手に取った。助けになれた。彼女は香織に、静かに尋ねた。香織が答える前に、姉さんが彼らに近づいてきた。彼の表情は、読み取ることが難しい。佐藤さん。彼は、フォーマルな口調で言った。あなたの面接の日程を、改めて調整する必要があるようです。そして、エマをまっすぐに見つめて、彼は付け加えた。そして、お二人にとって、おそらく、全く異なる種類の機械について、お話しする必要があるでしょう。システムが次々とオンラインに戻る中、部屋は興奮した会話でざわめいていた。ただ一人、マイケル・チェンだけが離れた場所に立ち、信じられないという気持ちと、リマーカブリ、恐怖によく似た何かが混じり合った表情で、エマとその母親を見つめていた。最初の祝賀ムードが落ち着くと、姉さんはチームに完全なシステム診断を行うよう指示した。エマは今や、ジャックの隣の2次ワークステーションに座り、回収された悪意のあるコードの断片を、強烈な集中力で見つめていた。何か、見覚えがあるのかい。ジャックは、彼女の表情が変わったのに気づいていった。エマはゆっくりとうなずいた。このコマンドの構成の仕方。前に見たことがある。香織は、その朝の非凡な出来事をまだ処理しきれずに、近くで神経質に見守っていた。絶望的な就職の面接として始まったはずのものが、どういうわけか、9歳の娘が数十億ドル規模の会社をサイバー攻撃から救う手助けをするという事態に変貌してしまったのだ。エマの心は、アパートから3ブロック先にある公共図書館へとフラッシュバックした。香織がリバーテック社で残業をしていた毎週3回の午後、エマは無料のコンピューターの前に座り、上級ユーザーが技術や課題を共有するプログラミングフォーラムを探索していた。特に彼女を魅了したユーザーネームが一つあった。ファントム。そのエレガントなコーディングソリューションは、彼女の幼い心でさえ理解できる、数学的な美しさを持っていた。この署名、エマは、回収されたコードの一部分を指さしながらつぶやいた。
まるで、特定の筆跡みたい。私、これを書いた人を知っているかもしれない。ジャックは、さらに身を乗り出した。攻撃者を知っているのか。正確には違うのエマは説明した。でも、プログラミングフォーラムで、彼らの作品を研究したことがある。彼らは、ファントムって呼ばれてる。このやりとりを耳にした姉さんが、彼らのワークステーションに近づいた。なんと言った。この攻撃には、技術フォーラムに、ファントムという名前で投稿している人物と一致するパターンがあるのをエマは詳しく説明した。彼らは、システムへの隠れた侵入経路を見つけるのが、すごく上手なのよ。姉さんの顔に、影が差した。彼は、同じく近づいてきたオリビアと、意味ありげな視線を交わした。それはありえないわ。オリビアは静かに言った。そういったフォーラムは、高度な暗号技術を議論する場所よ。図書館は、どのウェブサイトを閲覧するか制限したりしないものをエマは、あっさりと答えた。それに、静かにしてさえいれば、司書さんたちも気にしないわ。香織は、罪悪感のうずきを感じた。自分が家計を支えるために残業をしている間、エマは、専門家でさえ難しいと感じるような、高度なプログラミングの概念を独学で身につけていたのだ。エマ姉さんは、慎重に尋ねた。この攻撃について、他に何かわかることはあるかい？エマは、感慨深げにスクリーンを見つめた。これは、何かを破壊しようとしているわけじゃない。あまりにも慎重すぎる。まるで、何かを証明しようとしている人みたい。彼女は、コードの特定のセクションを指さした。ほら、重要なシステムを避けているでしょ。まるで、あなたを傷つけることもできたけど、しなかったって言っているみたい。ジャックは、ゆっくりとうなずいた。彼女の言う通りだ。これは、データを盗んだり、損害を与えたりすることを目的とした、典型的な攻撃じゃない。まるで、デモンストレーションのようだ。あるいは、メッセージか。姉さんが、暗い表情で言葉を終えた。しかし、誰がそんなメッセージを送るというんだ。オリビアはいぶかしんだ。そして、なぜ今日なんだ。重要な投資家向けのプレゼンテーションの最中に、姉さんの携帯電話が震えた。スクリーンを一別した後、彼は部屋に向かっていった。投資家の方々がお待ちだ。オリビア、何が起こったのか、予備報告書を準備してくれ。ジャック、エマと一緒に攻撃パターンの分析を続けてくれ。そして、香織が驚いたことに、彼は彼女の方を向いた。佐藤さん、少しだけ、私とご一緒いただけますか。彼らが脇に移動すると、姉さんは低い声で話し始めた。あなたのお嬢さんには、非凡な才能があります。香織はうなずいた。あの子はいつも違っていました。テクノロジーに関しては天才的ですが、学校では苦労しています。先生方も、どう扱っていいかわからないのです。想像できますよ。姉さんは、暗号プロトコルについてジャックと深く話し込んでいるエマに目をやりながら答えた。佐藤さん、エマさんの能力と、ここでの潜在的な機会について、さらに詳しくお話ししたいと思っています。しかし、その前に、投資家の方々に対応しなければなりません。香織は、驚いて瞬きをした。機会、ですか。ピアース様、私は今日、事務職の面接を期待して参りました。まさか、こんな我々の誰もが、今日の出来事を予想していませんでした。姉さんは、優しく遮った。しかし、時には、最も重要な機会は、予期せぬ場所から訪れるものです。彼は、一瞬ためらった。あるいは、予期せぬ人物から香織が何かを答える前に、エレベーターのドアが開き、マーカス・ウィリアムズがクライシスルームに足を踏み入れた。その表情は、雷雲のようだった。姉さん、彼は鋭く叫んだ。今すぐ、一言いいか。これは、断じて容認できない、マーカス・ウィリアムズの声が、姉さんと対峙するクライシスルームに響き渡った。我々は90分以上も待たされているというのに、その間、君は子供にサイバーセキュリティの指揮を取らせていたようだ。部屋は静まり返った。技術者たちは作業を中断し、その対立の行方を見守っている。エマは、その緊張感に気づいていないかのようにタイピングを続けており、一方、香織は介入すべきかどうかわからずに凍りついていた。マーカス姉さんは冷静に始めた。君の不満は理解する。しかし、理解しているだと、ウィリアムズはエマを指さして遮った。君は、3つの大陸に専門家を抱えるサイバーセキュリティ専門会社の CEO だぞ。それなのに、君の解決策が子供を連れてくることだったと話。一体、どんな経営をしているんだ。チェンが、投資家の土星に勇気づけられたかのように、一歩前に出た。CEO、私も同じことを申し上げているのです。
これは複数のセキュリティプロトコルに違反します。我々はこの少女が何者なのか、どうやって我々のシステムのこれほど詳細な知識を得たのか、全く分かっていません。香織は、エマをかばうように、そっと前に出た。ピアース様、私たちは、もう失礼した方がよろしいかと。これ以上、御社にご迷惑をおかけしたくありません。彼女は、すでに我々のシステムの 17% を回復させました。ジャックが、エマの隣に立って割り込んだ。それは、攻撃開始から最初の1時間で我々が成し遂げた進展よりも大きいのです。ウィリアムズは、香織に注意を向けた。それで、あなたは一体何者なんだ。佐藤香織と申します。本日、就職の面接に参りました。エマは、私の娘です。就職の面接。ウィリアムズは、信じられないといった様子で繰り返した。つまり、あなた方二人は、セキュリティクリアランスも、身元調査も、この会社とのいかなる公式な関係もない。それなのに、現在進行中のセキュリティ侵害の最中に、占有システムへのアクセス権を与えられたというわけか。チェンは、力強くうなずいた。まさに、それが私の懸念です。ウィリアムズさん。セキュリティ上の問題だけでなく、もし何か問題が起きた場合、深刻な法的責任問題が発生します。何も問題は起きませんよ。ジャックは主張した。彼女は、我々の誰もが見つけられなかった攻撃経路をすでに特定しているんです。これは、科学の自由研究じゃないんだぞ。チェンは、声を荒げた。ここは、顧客データを預かる、数十億ドル規模の会社なんだ。部屋の緊張は、さらに多くの従業員が議論に加わるにつれて高まり、声は次第に大きくなっていった。香織は、エマの両肩に手を置き、いつでもこの場を去れるように準備していた。その時、オリビア・リードが、予期せず口を開いた。彼女は、我々の誰もが見つけられなかったパターンを発見したのよ。オリビアは、エマを弁護するその態度でみんなを驚かせながら、きっぱりと言い放った。ログを見てみなさい。彼女は、当てずっぽうや実験をしているんじゃない。結果を出している。明確な方法論に従っているのよ。ウィリアムズは、首を横に振っ、姉さん、君とは7年の付き合いだ。君が常に型破りなのは知っている。だが、これは一線を越えている。直ちに、その子供をシステムから外せ。さもなければ、我々の投資グループは、その立場を再考せざるを得なくなる重い沈黙が、部屋に落ちた。その脅しは、明確だった。数百万ドルの潜在的な資金が、天秤にかけられていた。香織は、そっとエマの腕に触れた。エマ、もう、行きましょう。彼女は囁いた。エマは、その対立の間、初めてスクリーンから顔を上げた。でも、まだ終わってない。認証プロトコルには、まだ閉じるべきバックドアが残ってる。姉さんは、微動だにせず立っていた。会社の財政的な未来と、実際に機能している型破りな解決策とを、目に見えて計りにかけている。長い沈黙の後、彼はウィリアムズに向き直った。マーカス、彼は、静かな決意を込めて言った。君の懸念は理解している。手続き上の観点からすれば、それは妥当だ。だが、今この瞬間、この9歳の少女が、私の全セキュリティチームが解けなかった問題を解決しているんだ。彼は、着実に改善していくシステム指標を示すスクリーンを指さした。結果が、全てを物語っている。これは、完全に前代未聞だ。ウィリアムズは抗議した。攻撃も、前代未聞だった。姉さんは反論した。時には、前代未聞の問題には、前代未聞の解決策が必要なんだ。彼の声は低くなったが、力強さを増した。エマは、作業を続ける。その決定に関する全責任は、私が負う。ウィリアムズの顔が、怒りで赤く染まった。君は、子供一人に、すべてをかけるというのか。姉さんの表情は、断固としたままだった。私は、才能を見出した場所で、それを評価する。その入れ物が、どんなものであろうともだ。彼は、エマの方を向いた。続けてくれ。ウィリアムズが、他の投資家たちと協議するために足早に去っていくと、チェンが姉さんに近づいた。CEO、私は、この決定に対し、公式に異議を申し立てなければなりません。記録しておこう。姉さんは、彼を見ずに答えた。さて、手伝うか、あるいは、そこをどきたまえ。香織は、言葉を失って立ち尽くしていた。しばしば無視され、誤解されてきた自分の娘が、役員や投資家たちが彼女の存在そのものについて議論している間も、静かな自信を持って作業を続けるのを、ただ見つめていた。エマ自身は、目の前の仕事に完全に集中しているようだった。彼女の世界は、目の前の挑戦だけに狭められ、
周りで渦巻く大人たちの懸念には、全く動じていなかった。もうすぐだわ。彼女は、忠実に彼女のそばに寄り添っていたジャックに、そうつぶやいた。システムが、自分自身を再び認識し始めている。攻撃開始から2時間17分が経過した頃、エマの指がキーボードの上で止まった。クライシスルームはいつの間にか不穏な静けさに包まれていた。専門家たちは隣接する端末で作業を続けながらも、時折、どういうわけかこの危機対応の中心人物となってしまった少女に視線を置く。見つけたエマが静かに告げると、ジャックは身を乗り出した。何を見つけたんだい？始まりの場所をエマは、スクリーン上の一区画のコードを指さした。オリジナルのプログラミングに、すごく小さな穴があったの。ずっとそこにあったんだけど、誰も気づかなかった。誰かが、どこを探すべきか正確に知るまでは、ジャックはそのコードを食い入るように見つめ、彼の表情は困惑から驚愕へと変わった。これは、我々の最初の認証プロトコルの中にあるじゃないか。6年以上も前に書かれたコードだ。どうして、そこを調べようと思ったんだ。だって、もし私が長い間見つからないように隠れたいなら、そこに隠れるから、エマは、さも当然のように答えた。姉さんとオリビアが、何を発見したのか見ようと躍起になっている数人の専門家を伴って、ワークステーションに近づいた。彼女が脆弱性そのものを見つけました。ジャックは、スクリーンを指さしながら説明した。最初から、コアコードの中に存在していたんです。そんなことはありえない。チェンが前に押し出て抗議した。そのコードは、我々のセキュリティチームによって何百回もレビューされてきたんだぞ。時には、あまりに近すぎると、物事が見えなくなることがあるのよ。エマは静かに言った。メガネが頭の上にあるのに、必死で探している時みたいに。そのシンプルな例えは、状況の深刻さにもかかわらず、姉さんの顔につかの間の笑みを浮かべさせた。それを、修正できるかい？彼はエマに尋ねた。彼女はうなずいた。できると思う。でも、これを直している間に、他の部分を壊さないように、慎重にやらないと、進めてくれ。姉さんは、チェンの続く反対の声を無視して、許可を出した。エマのアプローチは、専門家たちがこれまで目にしてきたどんなものとも異なっていた。標準的なパッチや回避策を適用するのではなく、彼女は認証プロトコルそのものを完全に再構成し、ファイアウォールの完全性を維持しながら脆弱性を排除するという、革新的な解決策を実装し始めたのだ。彼女は、ただ裏口を閉めているだけじゃない。ジャックはオリビアに囁いた。セキュリティの枠組み全体を再構築しているんだ。システムは連鎖的に回復し始めた。まず周辺サーバー、次にデータコア、そして最後にメインインターフェース。成功を収めるたびに部屋の雰囲気は明るくなっていった。専門家たちは信じられないという表情とグラジングな称賛の視線を交わしていた。しかし、チェンや他の何人かにとって、エマの勝利は明らかに不快なものだった。子供が自分たちが失敗した分野で成功を収めている。その事実は彼らのプロとしてのアイデンティティそのものを揺るがしていた。エマはさらに40分間、着実に作業を続けた。オリジナルのプロトコルには存在しなかった追加のセキュリティ対策まで実装した。そして、ついに作業を終えると、彼女はまるで日常の宿題を終えたかのように、ワークステーションから静かに身を引き、椅子から滑り降りて母親の元へ戻り、自分のノートを手に取った。治ったの？香織は、娘の肩を優しく抱きしめながら、そっと尋ねた。エマはうなずいた。今のところはね。でも、彼らはセキュリティの構築方法を変えるべきよ。あまりにも予測しやすすぎるから、メインディスプレイのスクリーンが、エマの成功を裏付けた。全システム、正常稼働中、侵入検知なし、強化セキュリティプロトコル、作動中という文字が緑色に輝いていた。専門家たちの多くから、自然発生的な拍手が湧き起こった。しかし、チェンと彼の側近たちは、目に見えて沈黙を保っていた。姉さんが、香織とエマに近づいてきた。その表情は、安堵、感謝、そして強烈な好奇心が複雑に混じり合っていた。佐藤さん、彼は、フォーマルな口調で言った。あなたのお嬢さんの将来について、お話しする必要があるようです。香織はうなずいた。ポケットの中には立ち退き勧告書が、銀行口座には乏しい預金、そして目の前には不確かな未来が横たわっている。自分たちの不安定な状況を、彼女は痛いほど自覚していた。そして、あなた自身の将来についても姉さんは、まるで彼女の心を読むかのように付け加えた。彼らが姉さんのオフィスへプライベートな会話のために移動しようと準備していると、
マーカス・ウィリアムズが近づいてきた。彼の先ほどの怒りは、計算された興味へと変わっていた。見事だ。彼は、新たな関心を込めてエマを見つめながらコメントした。全くもって、見事だ。彼は姉さんの方を向いた。クォンタム・シールドへの資金提供についての我々の議論、改めて再開すべきかもしれないな。姉さんは外交的にうなずいたが、その焦点は香織とエマに合わせたままだった。いずれ、そうしよう、マーカス。だがその前に、私にはもっと対処すべき重要なことがある。役員用エレベーターに向かって歩きながら、エマはクライシスルームを振り返った。そこでは、技術者たちがすでに彼女の解決策を分析し、9歳の少女がどうやって彼ら全体のセキュリティチームを凌駕したのかを理解しようとしていた。ママ、彼女は囁いた。私、何か悪いことしちゃった。みんなが、変な目で私を見てる。香織は、娘の手をぎゅっと握った。ハニー、あなたは、とてつもなく素晴らしいことをしたのよ。そして時には、そういうことの方が、人々には受け入れがたいものなの。姉さんのオフィスにあるデジタル時計が、午後10時47分を示していた。彼は、5度目となるセキュリティ映像を見返していた。ビルはほとんど空っぽで、システムの完全復旧後、ほとんどの従業員は数時間前に帰宅していた。エマのセキュリティアップグレードを実装し、攻撃パターンを分析するために、ほんの少数のスタッフだけが残っている。スクリーンの中で、彼は端末で作業するエマを見ていた。彼女の小さな顔がモニターの光に照らされ、その表情は完全な集中に満ちていた。姉さんは映像を一時停止し、深い興味を持って彼女を見つめた。彼の心は、自分自身の子供時代へと遡っていた。それは、彼がめったに語らず、仕事上では積極的に距離を置こうと努めてきた過去だった。11歳の時、彼は両親を交通事故で失い、リバーサイド孤児院にやってきた。物静かで不器用、そして電子機器に異常なほどの興味を持つ少年だった。孤児院の廃棄物置き場で見つけた壊れたラジオや計算機を、何時間もかけて修理して過ごした。2年間、彼の才能は誰にも認められず、電子工学の本が欲しいという彼の要求は、非現実的だとして却下された。教室の備品を分解してその仕組みを理解しようとする彼を、教師たちは、集中力散漫と決めつけた。ハーモン先生が現れるまでは、その代用教員は、孤児院の物置で、3つの壊れた計算機から取り出した部品に囲まれている彼を見つけた。彼はそれらを一つの機能するユニットに変身させていた。彼女は彼を叱る代わりに、質問をし、彼の説明に熱心に耳を傾け、そして最も重要なことに、彼の心の中にある何か特別なものを見抜いたのだ。ハーモン先生が、彼の能力が適切に育成される技術プログラムへの奨学金を確保するために、ミコゼ官も粘り強く働きかけてくれた。そのたった一つの認識の行為が、彼の人生の軌道を完全に変えたのだ。姉さんは、セキュリティ映像の再生を再開した。高級取りのセキュリティ専門家たちが思いつきもしなかった解決策を、エマが実行していくのを見ていた。彼女のアプローチは、ただ違うだけではなかった。それは革命的で、従来の訓練や確立された手順に縛られていなかった。彼の思考は、自分自身の旅路へと移った。全額奨学金を得て大学で苦学し、その卓越した成績にもかかわらず教授たちから懐疑的な目で見られたこと。マイクロテック社で最初の仕事に就き、役員たちが彼の革新的なアイデアを、それが利益を生むと証明されるまで一周し続けたこと。並外れた能力を何度も示しているにもかかわらず、過小評価され、見過ごされ、無視され続けたあの苛立ち。29歳で、彼はクオンタム・ダイナミクスを設立した。そのビジョンはただ一つ、革新を重んじ、あらゆる形の才能を認識する会社を作ることだった。しかし、13年間の成長と成功の間に、そのビジョンはいつの間にか狭まっていた。会社は、彼がかつて軽蔑していたのと同じエリート主義的な慣行を徐々に採用し、能力よりも資格を、実績よりも血統を優先するようになっていた。姉さんは、角部屋のオフィスの暗くなった窓に映る自分の姿を凝視した。その皮肉は痛みを伴った。彼は、若い頃の自分自身や、エマのような存在を、一顧だにせずに切り捨てていたであろう。まさにその種の経営者になってしまっていたのだ。セキュリティ映像は再生を続け、娘の隣でかばうように立つ香りの姿を映し出していた。彼女の、寄付されてはいるがプロフェッショナルな服装。明らかに困難な状況にもかかわらず、その知性と尊厳。姉さんは彼女の中に、
かつて彼自身が障害を乗り越えるために頼りにしていたのと同じ、猛烈な決意を認めた。彼はタブレットで香織の雇用申込書を開いた。彼女の資格は堅実だが、突出したものではない。2年生の準学士号、リバーテック社での6年間の事務経験、一貫した勤務評定。通常であれば、他の何十人もの応募者と彼女を区別するものは何もなかった。しかし、彼女はエマのような子供を育て、限られた資源と明らかな経済的制約にもかかわらず、その並外れた知性を育んできた。それは、どんな履歴書も捉えることのできない資質を物語っていた。姉さんはファイルを閉じ、窓際に立って街の明かりを見下ろした。明日は、彼の経営チーム、特に香織とエマに関するいかなる型破りな決定にも間違いなく抵抗するであろうチェンとの困難な会話が待っているだろう。しかし、その日の出来事を振り返りながら、姉さんは、何年も感じたことのなかった何かを感じていた。それは、彼がクオンタム・ダイナミクスを設立するきっかけとなった、あの目的の明確さだった。そのパッケージや経歴に関係なく、どこに現れようとも、卓越した才能を認識するというコミットメント。我々が、本当は何者であったかを思い出す時が来た。彼は自分自身にそうつぶやき、香織とエマの人生だけでなく、彼の会社の根本的な文化をも変革することになる決断を下した。1週間後、香織とエマは、街を一望できる姉さんの広々としたオフィスに座っていた。仮住まいのビジネスホテルの一室とこの空間との対比は、これ以上ないほど際立っていた。お二人とも、来てくれてありがとう。姉さんは、近くに座っている二人の弁護士、レベッカ・テイラーとスティーブン・モリスを指し示しながら、話し始めた。先週起こったことについて、私はじっくりと考えました。そして、あれは、あなた方にとっても、そしてクオンタム・ダイナミクスにとっても、変革の機会であると信じています。香織は、椅子の上で神経質にみじろぎした。お時間をいただき、ありがとうございます。ピアース様、佐藤さん、あなたにポジションをオファーしたいと思います。姉さんは、直接的に述べた。あなたが最初に申し込んだ事務職ではありません。我々の実際のニーズにより合致した、何かです。型破りな才能を発掘することに特化した、新しい部門を設立したいのです。香織は、驚いて瞬きをした。どういうことか、よくわかりません。エマさんのユニークな能力を認識し、育むあなたの能力こそ、まさに我が社に欠けているものです。姉さんは説明した。我々は、生の才能を犠牲にして、伝統的な資格にあまりにも固執しすぎてきました。レベッカが、テーブル越しにフォルダーを滑らせた。包括的なオファーを作成しました。競争力のある給与、福利厚生、そして最も重要なこととして、エマさんのための特別な教育プログラムです。正式な学校教育と実践的な指導を組み合わせたものです。スティーブンが付け加えた。このパッケージには、オフィス近くに適切なアパートを見つけるための住宅支援も含まれています。そして、エマさんには、姉さんは続けた。我々の施設へのアクセス、我々の技術者からの指導、そして適切な監督の下で、構造化された環境で彼女のスキルを開発する機会を提供します。静かに話を聞いていたエマが、顔を上げた。私、まだものを分解して、どうやって動くか見てもいい。その質問は、フォーマルな議論を唐突に中断させた。姉さんは、答える前に、感慨深げにエマを見つめた。それこそ、私が君にやってほしいことだよ。彼は、心からの温かみを込めて答えた。ただ、これからは、もっと良い道具と、元に戻すのを手伝ってくれる人たちがいるだけだ。香織は書類に目を通し、その数字を見て目を見開いた。これは、あまりにも寛大すぎます。これは慈善事業ではありません。姉さんは、はっきりと言った。これは、可能性への投資です。エマさんは、たった1日でこの会社に何億円もの損失を防いでくれました。さらに重要なことに、彼女は、我々が才能をどう評価するかという点における、根本的な欠陥を暴いてくれたのです。弁護士たちは、機密保持契約、教育要件、勤務スケジュールなどの詳細を説明し続けた。しかし、香織は、エマの注意がオフィス中に見える電子機器へと移ろいでいるのに気づいていた。ピアース様、香織は慎重に言った。一つ、お伺いしてもよろしいでしょうか。なぜ、このようなことを、人事関連のポジションには、もっと資格のある方々がいるはずです。姉さんの表情が和らいだ。私が11歳の時、ハーモン先生という名の代用教員が、物置で計算機を分解している私を見つけました。彼女は私を罰する代わりに、
奨学金を得るために巫女背も戦ってくれました。そのたった一つの認識の行為が、私の人生を変えたのです。彼は、エマをまっすぐに見つめた。時には、最も価値のある才能は、適切な資格や経歴とともにはやってこない。ただ、誰かがそれを見抜く必要があるのです。香織は、涙がこみ上げてくるのを感じた。何年もの間、一人で苦労し、エマの輝かしい才能が認識されないか、誤解されるのを見てきた。そして今、ついに、彼女が常に知っていたことを、誰かが見抜いてくれたのだ。いつから、始められますか？彼女は、ただ、そう尋ねた。事件から8ヶ月後、エマは自分のワークスペースで床に座り、あの攻撃から回収されたコードの断片を分析していた。その署名について、何週間も彼女の心を悩ませている何かがあった。それは、馴染み深く、同時に特徴的なパターンだった。ジャック、メンターである彼が通りかかった時、彼女は呼びかけた。ハッカーについて、何か見つけたと思う。ジャックは彼女の隣に座り、興味を増しながらスクリーンを食い入るように見つめた。これは、見事な探偵仕事だ。オリビアに見せるべきだ。数時間のうちに、メインフロアから離れた会議室に、秘密の調査チームが結成された。オリビアが作戦を指揮し、エマが自分の発見を説明した。このコードには、個人的な署名のような、特定のマーカーがあるのをエマは説明した。アーカイブされたフォーラムの投稿をたどって追跡したわ。それは、ファントムと呼ばれる誰かのもの。でも、彼の本名は、トーマス・リーブス。その名前は、部屋に目に見える衝撃を与えた。オリビアはすぐに人事記録にアクセスし、エマが発見したことを確認した。トーマス・リーブスは、4年前にクオンタム・ダイナミクスでプログラマーとして働いていた。彼は、解雇されているわ。オリビアはファイルから読み上げた。公式な理由は、視覚不十分。優れた業績評価にもかかわらず、彼女は顔を上げ、眉を潜めた。決定を下したのは、マイケル・チェンネ。さらなる調査で、厄介なパターンが明らかになった。リーブスは、攻撃で悪用されたのと全く同じ脆弱性について警告するセキュリティ報告書を複数回提出していた。しかし、彼の懸念は、彼の職務権限を逸脱しているとして、却下されていたのだ。彼は、会社を破壊しようとしていたんじゃない。エマは気づいた。彼は、自分が正しかったことを、証明しようとしていただけなんだ。姉さんが報告を受けたとき、新たな詳細が明らかになるたびに、彼の表情は暗くなっていった。我々は、ただ才能ある従業員を失っただけではなかった。彼は静かに言った。我々は、彼の価値を認識することを拒否することで、敵を作り出してしまったのだ。より深い監査により、同様のケースがいくつも明るみに出た。非伝統的な経歴を持つ才能ある個人が、何年にもわたって阻害されたり、解雇されたりしていた。それぞれの退職は、失われた可能性だけでなく、型破りな輝きを組織的に過小評価する文化を象徴していた。翌朝、姉さんは緊急役員会を招集した。マイケル・チェンは、人事決定権のない研究部門へ異動となった。香織は、会社全体の採用及び育成慣行の包括的な見直しを主導する役に任命された。これは、単なるセキュリティの問題ではない。姉さんは、懐疑的な役員会に説明した。これは、革新が、必ずしも期待される形でパッケージ化されてやってくるとは限らないということを、認識するということなのです。その夜、姉さんは研究室で、すでに新しいセキュリティプロトコルの開発に取り組んでいるエマを見つけた。君は、この会社を変革したんだよ。エマ、彼は言った。攻撃を止めたことによってだけでなく、我々の盲点を気づかせてくれたことによってもね。エマは、作業から顔を上げた。私は、ただ、誰も見ていなかったパターンを見つけただけよ。その通りだ。姉さんは微笑んだ。そして、それこそが、最も価値のあるスキルなんだ。その週の後半、トーマス・リーブス宛てに、慎重に言葉を選んだメールが送られた。それは、彼の以前の警告を認め、協力の可能性について話し合いを申し出るものだった。クオンタム・ダイナミクスの未来のセキュリティは、排斥ではなく、認識の上に築かれることになる。それは、他者が見過ごした混沌の中に、つながりを見出す9歳の少女の、思いがけない知恵を通して学ばれた教訓だった。エマが初めてジャックの端末に座った日から、ちょうど1年後、クオンタム・ダイナミクスは、第1回、型破りな才能フェアを開催した。メインアトリウムは、手作りのロボット工学から革命的なソフトウェアソリューションまで、37人の参加者がプロジェクトを披露するエネルギーで満ち溢れていた。
姉さんは展示を見て回り、革新への道筋が全く伝統的でなかったクリエイターたちと話すために、頻繁に足を止めた。中央近くには、16歳のダニエル・ロドリゲスが、廃棄された機器を使って低所得者地区に自ら構築したコミュニティコンピューティングラボの隣に立っていた。僕には、コンピューターを買う余裕がありませんでした。ダニエルは、集まった群衆に神経質に説明していた。役員たちが聴衆の中にいるのに気づき、彼のプレゼンテーションはたどたどしくなった。だから、人々が捨てた部品から1台作りました。そして、他の人たちにもその方法を教えたんです。ダニエルの自信が揺らいだとき、横から小さな人影が近づいてきた。今や10歳になり、静かな自信を身につけたエマが、彼の隣に立った。プロセッサーをどう改造して、より重い作業負荷を処理できるようにしたか、彼らに見せてあげて、彼女は静かに提案した。そこが、本当にすごいところだから、エマのさりげない助言で、ダニエルの情熱は再燃し、彼のプレゼンテーションはその後、スムーズに進んだ。姉さんは、そのやりとりを遠くから見ていた。メンターシップが、次世代へと美しく受け継がれていく対称性を、彼は認識していた。部屋の向こうでは、香りが潜在的な企業パートナーの一団をイベントに案内し、クオンタム社の新しい人材育成プログラムの背後にある哲学を明確に説明していた。1年で、彼女は求職者から部門長へと変貌を遂げた。型破りな可能性を見抜く彼女の生来の能力は、今や会社の採用戦略の礎となっていた。トーマス・リーブスが、近くでオリビアとジャックと会話に興じていた。最初のメールの後、何ヶ月にもわたる慎重な交渉を経て、彼は時折、コンサルティング業務を引き受けることに同意していた。彼の専門知識は、今や無視されるのではなく、評価されていた。最初の出会いの緊張は、徐々にプロとしての尊敬へと変わっていた。イベントが終わり、姉さんはオフィスで一人、この1年の変革を振り返っていた。机の上には、小さな封筒が置かれていた。エマの特徴的な手書き文字が、表に書かれている。中には、シンプルなメモが入っていた。私を、本当の意味で見てくれて、ありがとう。姉さんは、そのメモを、今や彼の壁で名誉ある場所を占めている。エマの回路ノートの最初のページを額装したものの隣に、そっと置いた。子供じみたその絵は、彼の会社を救った。しかし、もっと重要なことに、それは彼自身の本来のビジョンを思い出させてくれたのだ。才能が、そのパッケージに関係なく評価される世界。窓の外では、香織とエマが家路に向かって歩いていた。その日の出来事について、二人の会話は弾んでいる。姉さんは、彼らが夕暮れの群衆の中に消えていくのを見送っ、誰かが、従来の期待を超えて見る時間を取ったために、永遠に変わった二つの人生。その瞬間、彼は、自分の最大の遺産が、特許や利益で測られるものではなく、認識された可能性、変革された人生で測られるものであることを理解した。機械の輪が、前進し続け、さもなければ発見されなかったかもしれない新たな心が加わるたびに、さらに広く成長していく。